やばやばいけどやっぱ全然あうん美味しい。ああそうだよね、確かに見るな。木が低い。あ下の分も最高や。そうしよう。そうなのそうじゃない？今日そっちも美味しそう。そうなんだよ。同点になったから燃えてんのよ。そうだから勝つぞ勝つぞって。うわあ一番端っこよいしょ。ふわふわふわだ。うんうまい。やっぱ違うわ。じゃあこのチビいらないかったじゃん、このチビ。チビ。うわ、大きい。どうだろうこれ。ここで寝れるじゃん。寝る。今10時ぐらいなんですけど、今日は外で打ち合わせがあるので、あと1時間ぐらいしたら家を出て、打ち合わせして、でまたもう一件別のところで仕事があるのでそれ行って、間に時間があったら作業しようかなと思ってます。でもいいか。最近やっと新婚旅行の Vlog を全部編集し終わって、個人的にやってることなんですけど、達成感がすごくて、前の動画でもお話ししたんですけど、本当にその旅の Vlog を編集し終わらないとなんか一個タスクが減らない感じで、もう本を読みたくて読みたくてっていう感じだったので、すっごい嬉しいです。なんか今回のその新婚旅行でヨーロッパを4カ国も回って、やっぱりまず4カ国も回るっていうのは普通の1カ国の旅行よりも計画性を持っていかないと、ホテルをどこにするかとか、じゃあここの国からここの国までの移動は何の飛行機を使って何の電車に乗ってっていうのをやっぱ国ごとにルールが違うし、その鉄道会社とかも違うので一からこう調べる必要があって、結構それが一苦労だったなって思うんですけど、やっぱそれのおかげでスムーズに回ることができたかなと思ってます。イタリアの動画で言ってたかな。基本的に海外の人、一括りにしていいのかわかんないですけど、海外の人は優しさが早い、迷いがない優しさに、それがすごく嬉しいですよね。やっぱり自分だったらこうやってすぐ動けるかなって思う
ようなシーンとかがいっぱいあって、街を歩いてても坂道でベビーカーを押してる女性がいたんですよ。で大変そうだなって思ってたら、もう別の方が一緒に押してあげてたりとか、そういうなんかちょっと私もどうにかしてあげたいって思うけど、ちょっと一歩遅い感じが自分でもどかしかったですね。その一番最後に行ったコペンハーゲンっていうと、本当にその自転車文化っていうのが素晴らしくて、自転車専用レーンがどの道にもあるし、信号も自転車用があるし、脚力も尋常じゃないんですよね。私が借りたレンタサイクルは自動で鍵を開けられるんで、その機械というかちょっとマシンじみてるから、電動チャリではないんですけど電動チャリぐらいの重さがあって、もうガンガン抜かされまくって、漕いでもっていう状態だったんですけど、なんかそれでもめっちゃ楽しくて、本当に羨ましかったですね。空気も綺麗だし、街も本当に綺麗だったし、あとは本当にみんなおしゃれさんで、もうカフェも内装とかおしゃれだし、なんかもう元々持ってる感性がおしゃれって何なんだろう、おしゃれだったな。もう結構いい刺激がたくさんあって、デンマークはもう一回行きたいですね。もう一回と言わず行きたい。いい国でした、本当に。最近あった嬉しかったことが、友人に誕生日プレゼントをいただいて、オルガーグースキャンドルのピーナッツのキャラクターのキャンドルをもらったのがめっちゃ嬉しかったっていうことがあります。あともう一個、その友人からいただいたフレグランスオイルロールオンなんですけど、これコスキチとかに売られてて、中身こういう感じなんですけど、誕生日月ごとに香り選べるよっていうやつで、私は4月生まれなので友達がこれをプレゼントしてくれました。めっちゃいい香り、ローズマリーが結構香ってくる感じ、すごく気に入ってます。
でしょ。めっちゃまあいいんでしょう。あちこち見る。好きだった話が福岡のうどん、たらきく、卵丼、パン蒸し、ナッツと言いたかったが好きでした。いただきます。甘っ。びっくりする甘さだな。うん。美味しいね。うん。スイカあんまり好きじゃなかったんだよ、子供の頃。なんかこの中途半端な食感って思ってて、梨よりも柔らかい感じが苦手で、あと種がめんどくさいっていうのが嫌いだったんだよ。汗かいた後のポカリって美味しいね。欲しいな。やっぱ夏季限定ジェノベーゼ冷麺かな。豚とエビの大葉が香る手包み餃子頼もうよ。今まで無料だった。卵ついてたの知らなかった。書いてあった。うまい。これはペロリだね。
1000円で食券見に来た。めっちゃいい。もう普通に入ってるやん。こっちに財布とかメイク道具、汗拭きシート、ウェットティッシュなど入れてて、こっちに本とカメラ機材が入ってます。なんか映画を見終えて帰宅したところです。いやー、やばかったです。もう良すぎてパンフレットも買っちゃいました。すごすぎました。いやー、うまく言語化できるかな。後で動画を見返したら多分興奮しすぎてて、感想がもうすごすぎてのオンパレードだったので、翌日今撮り直してます。とりあえずこの国宝という映画がすごくおすすめで、見た方がいいよっていう、もうすごくおすすめだっていうことが言いたいです。これお話は吉田修一さんの国宝っていう原作があって、それを
映画化したものなんですけど、監督がリ・サンイル監督で、怒りとか悪人とか流浪の月とか、フラガールもそうか監督なんですけど、悪人と怒りを見たことあるんですけど、結構テーマが重いし、こう暴力的なシーンもあって、私そういうのこうメンタルズンってなっちゃうんで、あんまり 見るの苦手なんですけど、だからどうしよう、これもそういう感じだったらどうしようとか思って悩んでたら、今週に入って3日間連続で別々の場所で別々の方から国宝見た？めっちゃいいよって言われて、と思って、でそこからもう気になりだして見るしかないと思って昨日見に行ったんですけど、本当に素晴らしかったです。鳥肌と美しすぎて涙っていう感じでした。物語としては吉沢亮さん演じる菊男という人物が主人公なんですけど、その人が抗争によって父親を亡くして、でその父親が亡くなった現場で渡辺謙さん演じる歌舞伎の名門の当主に見込まれて歌舞伎の世界に入るっていうお話で、その渡辺謙さんの息子役である横浜流星さんがこうライバルとなって互いに高め合いながら成長していくのかっていうお話で、吉沢亮さん演じる菊男の時代としては50年間を描いている作品だったんですけど、歌舞伎が舞台のお話なので歌舞伎のシーンがたくさん出てくるんですけど、もうその歌舞伎のシーンが本当にすごくて、といっても私は歌舞伎を生で見たことはないんですけど、吉沢亮さんと横浜流星さんがかなりの熱量を注いで歌舞伎を練習したっていうのが見てるこっちにも伝わってくるというか、違和感がなさすぎて歌舞伎役者だと途中から思い込んじゃう感じなので、なんかそういった部分も見終わった後にも感動ですし、田中泯さんが人間国宝という役柄でスクリーンにいるんですけど、田中泯さんが出てきた時のその異様な怪物っぽい異様な空気感とかも本当すごくて鳥肌立ちましたし、歌舞伎って行ったことはないですけど、歌舞伎座で見るとしたら、ちょっと遠い席だったりとか近くても見れない部分までこの映画ではその表情とか手とか足の所作とかが結構アップで映るシーンとかもたくさんあったり、舞台のセットのせり上がりとか普通に客席では見れないような歌舞伎俳優たちの細かい所作とかも見れたりして、そういうところもすごかったですし、3時間の作品なんですけど中だるみすることもなく、もうずっとこうなったまま集中力が切れることなくエンドロールっていう状態で、私2時間でも1回ちょっとトイレのこと考えちゃったりとか頭よぎったりするんですけど、全然そんなことなかったですし、おすすめしてもらった友人とか仕事関係の方とかも言ってたんですけど、ポップコーン買っても食べるタイミングがない、口に運ぶということを忘れる、すごすぎました。結局すごすぎたっていうことを言ってる。もうちょっと頭の中整理できたら、今日は彼が帰りが遅くて仕事で夕飯いらないっていうことなので、私一人の晩ご飯なんでセブンイレブンに行って大好きなこういうおかずお惣菜買ってきたのと、あとポテチ、ゴンチャにもよるっていう、なんか最近夜に彼とランニングしてて、というのも1年前と比べて全然下半身の肉付きがちょっと様子が変わってきてて、これはまずいと思って夜ランニングをしてるんですけど、それでポテチも大好きなポテチも卒業してたんですけど、こうやって一人になってしまうと私はすごく自分に甘い、ごめんなさいと思いつつ、でも我慢が一番良くないって思うんで、今からこれを食べつつこの国宝のパンフレットを読みつつ一人時間楽しみたいと思います。